ワンピースの謎を解く仮面 YouTuber ゆででなんぼろゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回考えたいのは数々のキャラクター考察です。この半年で発売されたビブルカードなどの情報を機にそれぞれのキャラクターを考えていくと、ワンピースの物語の解像度がぐっと上がります。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。まずは最新話からロキについて考えましょう。ロキは包帯で目を覆われていますが、この包帯は一体何でしょうか。まずロキは回廊、石の鎖で囚われていますから、ロキの目は悪魔の実の能力とは関係ないでしょう。なぜなら回廊、石によって能力が封印された状態なのですから、わざわざ二重で目を隠す意味がないからです。それに包帯を解きたいならロキの下僕であるガスマスクの人間たちに解いてもらえばいいのに、今極めの包帯を解くからいない。つまりロキは元から目が見えないもう僕なのかもしれません。目が見えないからクソローラに惚れたのか。ロキが脳内でイメージするローラはもしかするとこうなら。ちなみに僕はロキの能力は世界ヘビよるムンダルドだと考察しましたが、蛇の目はほとんど見えないそうですが、どうなんでしょうか。一方ヘビ姫様ことハンコックのイメージは恋はモーモというイメージが、ハンコックはルフィに惚れていて周りが見えていません。次にコビーのビブルカードを考えましょう。コビの出身国は東の海サーツルゾ王国。これはサーツルゾつまり釣り漁業がもがもんな国でしょうか。コビの趣味は海釣りであり、コビがアルビダの船に乗ってしまった理由は釣りに行こうとして間違って海賊船に乗ってしまったと言います。しかしアルビダの海賊船はド派手なピンク色ですから、この船に間違えて乗ったコビはなかなかのアホです。ただワンピースのキャラクターはよく船を乗り間違えます。ただコビーやゾロはもちろんのこと、ロッキーポート事件においてはローが船を乗り間違えたことで発生しました。ならローは海賊島8マスと取引をしている民輸船をジャックしたつもりでしたが、船を間違えてとある国の王様が乗る船ロッキーポート号をジャックしてしまったそうです。そこに偶然居合わせたコビーと黒ひげも相まってトラブルとなり、さらに当時の蜂の巣の元締め元ロックス海賊団王ジャックとも交戦する事件が起きたと言います。つまりロッキーポート事件とはローが首謀者とも言われていましたが、本当はただの偶然。結構適当な事件内容でした。しかも本編でピサロはロッキーポートの修復がと言っており、明らかにこの時のロッキーポートとは港町のことを指していそうですが、なぜか豪華客船だったようです。このハキリはサブストーリーゆえに適当な設定なのでしょうか。このようにサブストーリーの詳細は割と大したことがない話が多いですが、このロッキーポート事件ではノーは海賊の心臓100個奪って海軍に明け渡して7袋入りを果たし、黒ひげは蜂の巣を拠点として手に入れてコビーは英雄と呼ばれるようになるなど、その結果はかなり重要な出来事でした。そんなコビー先輩に惚れていそうなのがヒバリです。今での自信は気がする。それはヒバリと同じく広島でを話す杯と同じです。つまりヒバリのお父さんは杯なのか。杯は頂上戦争で明らかにコビーに邪魔されましたから、ヒバリがコビーと結ばれるためにはレッドラインくらいでかい壁があるようです。ちなみにヒバリの好物は蜂蜜。コビーのメガネは蜂の字向けの可能性。そんなヒバリは蜂が好き。ヒバリの誕生日もいい1月18日。そして以前も考えたようにハットハッチ。ハッチとは英語で卵から孵化するという意味ですから、ヒバリは無限の可能性を秘めている蜂の字コビーが好き。コビーはいつの日か杯に認められて親子の杯を交わせるでしょうか。まあそんなコビーの事情がケンホスのガープです。
イメージ動物が化されています。その動物とは救助犬セントバーナード。これは実は1年半前にエッツで語呂合わせから考察して的中できました。カープはセントバーナード、セントバーナードの語呂合わせはバーナードとセントバーナード。百花地はツール派で8マスへ救助に向かったカープはまさに救助犬セントバーナード。ちなみに18那覇の扉への語呂合わせは火起こしする S 色はバーナーわら。そしてカップが掲げている信念正義とは俺の正義。いくつになってもガキ大将ジャイアンカップはそんなカップはかつてのよ弟子九山に通り付けにされましたが、この九山の目的とは何でしょうか。九山のビーブルカードには黒ひげに加入したが全て指示通りには動かないと書かれています。九山が黒ひげ海部九段に加入したのは自らの目的のため、その目的とはおそらくは岸くもロビンと同じカープのビーブルに対する空白の100年とは何か。だから九山はポーネグリと読めるかもしれない。プリンのコーダ武器は手を貸したと。次に釈迦を考えましょう。釈迦の好物は自分シグルフとお釈迦そこ次に釈迦を考えましょう。釈迦の好物は自分入れてなんぼのヒュープです。さらにステューシーの能力も考えましょう。ステューシーの能力はバットの実シンプルにコウモリの能力でした。コウモリはイソップドゥは貴重なコウモリで語られているように裏切り者のシンボルですから、世界征服を裏切ったステューシーにはぴったりです。次にシャンクスのビブルカードも考えましょう。シャンクスの花はホトトギスだそうです。ホトギスの花言葉は決められたいし、やはりシャンクスはロジャーから何らかの意地を継いで現場ワンピースを目指していそうです。ちなみにホトトギスとは花のホトトギスの他に鳥のホトトギスもいます。鳥のホトトギスの漢字は時を告げる鳥という意味でホトトギスと書きます。4年前シャンクスの能力はボーナス時から受け継いだ時々のGだろうとも考えたことがありましたが、これは何かの味かそれとも偶然なのか。次に大きな議論を呼んだクワルについても考えましょう。クワルはこっそりルビーにご飯を運んだのか問題。これは C 中の TSP ですね。うまいこと答えていました。小田先生今来た。あの現場にはサンジやフランキーがいたが誰が運んだのかは明確にはせずに光の速さで誰かが運んだと言います。光の速さとは当然抑えをされるでしょうけども、一方でサンジはその光の速さに対抗していました。ほぼ気あざるだけどサンジでも成立するというどっちつかずの結末、どっちつかずの正義を掲げるコウザルらしいストーリーでした。ワンピースは数学ではなく漫画ですから、いくら考察しても答えは一つじゃない場合があります。そこが面白いわけです。つまりコウザルは命令通り親友ベガパンクを抹殺したが、せめてボニーは助けてやってくれと考えたのか。さらに考えるならコウザルは戦闘丸も殺さずに生かしたのか。そんな甘い仕事をしておいて杯には涙を流して短歌を切ったのか。もしもそうであればキラルはなかなかの役者です。とにかくルフィにご飯をあげた人物とはほぼほぼキザルだけど3時でも成立するというどっちつかずの結末となっています。次にバーソロミュークマのビブルカードも考えましょう。クマの趣味は空想だそうです。幼い頃に奴隷となったクマは人々をいつか解放してくれるという太陽の神ミカの存在を空想していました。空想といえばサンズクマの作者コメントです。この世は思った通りになるそうで、白クマの絵とともに
かれた小田先生のコメントはまさに願いが叶う空想のコメントです。39の木の語呂合わせはさに晴れ間でしょうか。太陽の神にかに憧れた熊は2級2級の字を手に入れて、ゴッドバレーの奴隷ご箱人を解放して、解放の戦士ならぬ解放の手ヒーローと呼ばれました。この世は思った通りになるそうで、そんな熊の娘ボニーのイメージ動物も考えましょう。ボニーのイメージ動物は鹿です。シクトとはこちらの動画や1年前 X で考えたように、鹿は神への捧げ物です。ジャヤではヘラジカを意味するムースが生贄となってました。鹿は神へ捧げられる生贄のイメージです。そんな鹿がイメージ動物であるボニーは科学防衛武士にサタン星の生贄にされそうでしたが、自らを太陽の神にかの姿、自由な姿に変えました。そう、ボニーは自らを太陽の神へ捧げた。さらにちなみに鹿といえば自称太陽の神、偽物の太陽の神はトナカイのドクロのロドでした。さらにトナカイといえばチョッパーです。新世界からチョッパーは新しい帽子をかぶってますが、ニカと同じ人の水であるチョッパーの新しい帽子は太陽のマーク。トナカイは神へ捧げ物のイメージか。となるともう一人が鹿の名前、カリブが意味深です。カリブもまた鹿を表す名前であり、二つの古代兵器の長を持つカリブが捧げられたのが黒ひげです。黒ひげに捧げされたカリブ、鹿が神への捧げ物ならば、黒ひげも神なのか。黒ひげも何かしら神と呼ばれた悪魔の実を所有していそう。黒ひげはゲにパラミシ当てクラクラの実、ロギ当て闇闇の実を所有していますが、やはり尊敬の悪魔の実を所有しているのか。3種類の悪魔の実を持つ奇跡の存在、それが黒ひげか。そんな黒ひげの出身はビブルカードによるとシェードナットだと記載されています。シェードとはつまり光を遮るもの、闇のイメージ。黒ひげは太古の昔に闇の神や夜の神と呼ばれた悪魔の実を所有しているのが以上です。今回は音楽に乗せてワンピースのキャラクターたちをあれこれと考察してみました。皆さんはどう思われましたか。ありがとうございました。チャンネル登録してね。謎を解く鍵はより一体語呂合わせ、最強を忘うの理論に滑り倒すダジャレと音痴な私の考察には敵が多すぎる。謎を解く